沼らせるの得意で同時に複数の女の子をもてあそんでます。はい、というわけで今回はみんなが今までに出会った遊び人クズの MBTI 闇深エピソードについてご紹介していきたいと思います。浮気や音信不通といった王道のクズ被害はもちろん、自分こそが遊び人ですという遊び人ご本人様からの一周回ってすがすがしいエピソードまで、本当に色々な回答が集まりました。もちろんここで取り上げる MBTI の方全員が遊び人なわけではありませんので、皆様そこだけ誤解なきようよろしくお願いいたします。同じ MBTI でも誠実な人はたくさんおりますし、送っていただいた回答はあくまで一部の例になりますので、中にはこういう人もいるんだなくらいの軽い気持ちで楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは早速ご紹介していきたいと思います。ISFP 冒険家の遊び人クズエピソード。相手 ISFP 向こうからの告白で交際、別れ際に別にお前とは話し合わなくていいかなと思ってた。いや、まあ自分から告白しておいて別れ際にそれはないよな。財布くらい向き合えよって思うよな。私普段の動画でいつも ISFP 大好きって言いまくってるから、これを言うのは若干気まずいんだが、ISFP は正直好きじゃなくなった人間に対して結構、かなり冷たいタイプだと思ってます。しかも ISFP って付き合ってる期間は割と優しいからこそ、別れる時に、あ、そんな人だったんだってなる感じはあるかもしれないね。でね、一応私の方でも、別にお前とは話し合わなくていいかなって別れ際に言う時の心理を ISFP に聞いてみました。そうしたら、話し合わなきゃ無駄だからって言ってて、怖い。やめてよ、怖いのよ。多分だけど ISFP の脳内を想像するに、話し合ったところで結局別れることには変わりないんだから、話し合わなくてよくないっていう感覚なんじゃないかなと解釈しました。ISFP ってそもそも面倒事や揉め事があまり好きじゃないから、別れるって決まったら、じゃあもう話し合いする必要ないよねって感じちゃうのかもしれないね。まあ別れるときは別れた後って一番本性出るよな。ISFP、男はクズ、全部口だけ。音信不通だし、私物返してに OK だったのに、2ヶ月経って返してくれない。いやー、1個前のもあれだったけど、この回答の方も相当嫌な目に遭ってんな。ISFP 男性はもうコリゴリという感じが文章から滲み出てる。さっきの話は ISFP 意外と冷たいなっていう感じだったけど、これは ISFP のマイペースさが悪い意味で全開に出ているエピソードだなと思います。てか ISFP にもこんな不誠実な人いたんだな。ISFP 男性なんて全員可愛い生き物なんじゃないの？あと私物は多分ね、送るのが面倒なんだと思う。段ボールを用意して荷物を詰めてコンビニまで持っていくって結構手間だからね。他のタイプからしたら、おいおい、ちょっと詰めて送るだけじゃんって思うかもしれないけど、後回しになっちゃうんだろう。多分、今日送るのめんどくせえな。今度やろう。が、2ヶ月続いてるんだと思います。そして、このまま行くと一生送られてこない可能性は大いにある。正直私も人のこと言えないけど、ISFP のめんどくさがりっぷりって結構すごいからね。まあね、割と先延ばし癖もあるから、MBTI が特に J 型のタイプとは合わないんじゃないかなと思ってます。ENFP 広報運動家の遊び人クズエピソード。ENFP ボス猫の自分の冷たい時と優しい時の差が激しいから疲れる努力をしちゃうと言われた。ちょっと対応にムラがあるタイプね。私の周りにあまりいないからあくまでイメージにはなるけど、確かにこういう方はモテている印象がある。やっぱり予想と違う反応が返ってくるから、相手からするとめちゃくちゃ気になるのかもしれないね。ちょっといい感じだと思ってたのに、なんかしちゃったかなみたいな感じで気になって追いかけちゃうんだと思う。しかも ENFP って結構表情豊かで笑顔が多いタイプじゃない。だからちょっと冷たくされるだけで、もうこちらはすっごく冷たくされたような絶望感を味わうわけよ。で、ENFP の方はそのムラを仲良くなればなるほど隠さずに出してくるイメージがあって、無意識で人の感情を振り回してくるところが、まさにモテ MBTI と言われるゆえんなのかもしれないね。INTP 論理学者の遊び人クズエピソード。INTP です。ハグしたりとかされてましたが、それは気分次第だったらしく、相手は他にもいたそうです。INTP はコメント欄でも、意外と遊び人タイプの方をちらほら見かけるんだよね。で、一応私も INTP なので、どうして相手がそういう行動をとったのか、自分なりに考えてみました。このエピソードから察するに、お二人はまだ付き合ってなかったんだよね。まあ、付き合ってないなら、別に自分は誰のものでもないから、責められる権利もない。多分ね、その INTP の方は、ちょっといいなって思ってる人みんなに、ハグしたり、ちょっかいかけたりしてたのかなと勝手に思ってる。で、もしその中からいい人がいれば、付き合おうかな。くらいに考えていたのだろう。そもそも好きになるまでが長いから、モテる INTP だとどうしても、ハグしてても気持ちは全然好きじゃない。みたいなこともあるのかもしれないね。この回答をくださった方はきっと思いやりがあって優しい方だと思うので、次は素敵な恋愛ができるように祈っております。自分軸をね、忘れないように。
恋人が INTP なんですが、出会った頃はいじってきて反応を見て面白がられてました。反応が可愛い人っていじりたくなるんだよね。でも INTP は相手をいじる仲になるまで割と時間がかかる場合が多いと思う。なので出会った頃からいじってきたということは、あなたの方にも INTP にすぐ心を開かせる何かがあったんだと思います。ちなみに INTP って褒めたり甘い言葉をかけたりするのが恥ずかしいというかシャイな人も多いから、そういうタイプはね、好きな人をいじっているイメージはある。INTP 本人友達だと思ってた人から好きかもみたいな噂聞いた途端、全力で距離取ってしまいます。そんな INTP には何もしなくても寄ってくるし、存在が沼だと自負してるから気持ちでモテ遊んじゃう。ごめん。私にはわかる。これは美女がいいタイプの INTP だな。モテるタイプの INTP は、喋らなくても勝手に周りからミステリアス認定されるし、なんかいい感じに受け取ってもらえるんだよ。だからむしろ喋らない方がいいまである。そしてこのタイプの INTP は、異性が勝手に寄ってきて、勝手に期待されて、勝手に沼られるのよ。大変だ。で、結構、申し上げにくいのですが、INTP って人の気持ちをちょっと軽く見てるところあるじゃないですか。だからあんまり仲良くない人に対しては、本当に悪意なくモテ遊んでる部分はありそうだよね。むしろ、友達だと思ってたのにすぐ好きになって何こいつぐらいに思ってんじゃないの？でね、この回答をくださった INTP さん、良心的だなと思ったポイントがありまして、それが好きかもみたいな噂を聞いた途端、しっかりその人と距離を取っているところ。本当にヤバい人は嫌な距離感でずーっと気持ちを搾取し続けるんだから。だからこの回答をくださった方は、内容とは裏腹になんだかんだいい人なんだと思った。INTP が悪人になりきれないところって結局こういうところだと思ってるんだよね。もちろんね、中にはめちゃくちゃ遊び人タイプもいると思うんだけど、遊び人タイプの中では比較的律儀というか、ちょっとすいません、自分でも何言ってるかわかりません。INTJ 建築家の遊び人クズエピソード。クズではないけど特殊な趣味の INTJ の方に気に入られ、理論武装を逆手に取られて洗脳されました。私は INTP だけど、正直 INTJ とはロジックであまり戦いたくないなぁと思ってるくらいだから、理論武装を逆手に取られて洗脳されたっていうのはなんかわかる気がするんだよな。でも INTJ って思ったより支配的な一面を持ってるんだね。正直こういうのって私は ENTJ のイメージがあったからちょっと意外だったかも。あともしかしたらこれは私が知ってる INTJ だけかもしれないけど、 INTJ の人って死ぬほど質問攻めしてこない？しかもちゃんとした根拠とか、どうしてそう思ったのみたいな考えに至る経緯まで全部細かく聞いてくる。だから INTJ のことは大好きだけど、話してるとたまにヒーヒーになる時はあるんだよな。あと INTJ って自分が人生でちゃんと努力してきたからなのか、本当にナチュラルに天然思想を持っている節がありませんか？しかもそれを会話の中で本当に当たり前みたいな顔してナチュラルに話してくる。多分 INTP も同じ感覚でしょって思って話してくれてるんだろうけど、いやわしはそこまで思想強くないのよ。そういうところが最高、おもろい、大好き。意外と INTJ はね、世間のちょっと比べて近寄りがたいイメージとは裏腹に外面が良くて世渡りが上手な人が多いと思ってるから、だから例えば INTJ に洗脳されましたみたいな話をリアルでしても、周りからなかなか信じてもらえなさそうだよね。ENFJ 主人公の遊び人クズエピソード。周りに好かれたいから自分の話するなって言ってきた ENFJ 元彼。話されたら嫌われる自覚あり。ENFJ の彼の気持ちわかるよ。彼女のお前だからこそろくでもない部分を見せてんのに、人に話すなよ俺のイメージが崩れるだろうが。わかるわかる。クズあるあるだね。クズネットワークで私のところまで伝わってきたよ。いや、どちらかというとプライド高いあるあるか？彼女が周りの友達に自分の愚痴やプライベートを話して、そんな男と付き合ってるの？最低、別れなよとか言われてたらもう最悪だよな。しかもその後別れたりしたら彼女の周りごと消さなきゃいけなくなるから、もっと大変だよな。基本的に ENFJ の方って周りから愛されがちで輪の中心にいるタイプが多いけど、こういうエピソードを聞くとそういう自分であるために結構努力してる部分もあるのかもしれないね。こりゃブランディングが大変だぞ。ENFJ の男、女は基本そんなことない気がする。眠らせるの得意で同時に数人の女の子もて遊んでます。常に。これは今回いただいた回答の中で一番悪い男かもしれん。正直 ENFJ って人を喜ばすのがすっごくうまいのよ。例えば私動画からも伝わってると思うけど、自己肯定感が低いタイプなのね。でもそんな私ですら ENFJ と一緒にいるとうっすら自信が湧いてくるレベルだから、多分人がこう言ったら喜ぶっていうのが感覚で分かってるんだと思う。欲しい言葉をくれる天才だし、プライド高そうなのに意外と人を持ち上げるのうまいんだよな。基本的に共感力高くて気遣い屋さんだからモテると思います。この人のエピソードに異論なし、モテ遊んでいるでしょ。
ENFJ 心理学使って操ってきたまんまとハマりました。やめろ。ENFJ は心理学なんか学んじゃいかん。ただでさえ人から好かれるタイプなのに、これ以上何になるつもりなんだ。ENFJ の方はモラハラ気質とよく巷で言われているけど、こういう回答を見ると妙に納得というか、相手を自分の思う方向に導きたいっていう気持ちが強いタイプなのかもしれないね。友達の関係だと全然そんな感じしないんだけどね。個人的には ENFJ は付き合った相手に対してコントロール欲が強めに出ちゃうイメージが若干ある。もしかしたら付き合う相手に対する期待値が高いのかもしれない。この動画を見ている方の中に ENFJ と付き合ったことある人いますか？自分のためを思ってスパルタ気味に教育してくる節はありませんか？ ESTP 起業家の遊び人クズエピソード。 ESTP 距離感が初手から近すぎ、沼ったところ結局捨てられて可愛い顔の女の子の方行った面食い。いや、これは嫌だね。自分の人生に一つトラウマを植え付けられたような感じがするね。すごく偏見なんだけど ESTP は熱しやすく冷めやすいイメージがあるから、こっちが沼ったあたりで面倒くさがられて去っていくイメージはあるよね。しかも ESTP のテンションが上がる可愛い子が目の前に現れようもんなら、もう考えるだけで怖い。 ESTP って切り替え早い方も多そうだから、別れた次の日にはもう別の可愛い子を追いかけてるみたいなことは普通にありそう。 ESTP は好意を持つ前にちょっとだけ警戒しておいた方がいいタイプかもしれないな。 ENTP 討論者の遊び人クズエピソード。エントップそうだよな。他に言葉はいらないよな。理由なんかいらないよな。エントップ、もはやそれだけで伝わってくるものがある。ENTP はすがすがしいテンプレの靴だから分かりやすくてありがたいまである。確かに ENTP の遊び人タイプって隠してなくて割と分かりやすいイメージはある。個人的に ENTP の方ってハマると一途なんだけど、それまでは結構フラフラしているイメージがあって、だからその状態から自分にどうやってハマらせるかが鍵なんだと思う。でもハマらせたいと思っている時点で ENTP の人はハマってくれない気がする。もし動画を見てくださっている皆さんの中で ENTP と付き合っている方がいたら、自分のどこが刺さったと思うかコメントで教えていただけると嬉しいです。とても市場です。 ENTP3 人います。1人目は浮気、2人目悪気なく異性と差し飲み、3人目喧嘩中に調子の女クソアマです。こりゃすごい。調子の女クソアマは普段から男尊女卑的な思想をうっすら持っていないと出てこないワード。これは他のタイプにはなかなか言えないセリフで芸術点が高いね。やっぱいいね。こうじゃないと。でもこんなん言われた日には IQ3 の取っ組み合い喧嘩が始まるだろう。この回答を読んで思ったんだけど、 ENTP って喧嘩するとかなり強い言葉を使いそうだから、メンタル弱いタイプだと戦えないかもしれないね。てかあれだよな、この回答をくださった方もこんなに周りに ENTP がいるのすごいよな。あんまりいなくない？どこで出会ってる？正直 ENTP とあと ENFP あたりはこういう遊び人エピソードがもうネットで目立ちすぎていて、同じタイプで真面目な人はたくさんいるのに、うっすら同じくくりで見られていて、ちょっと気の毒な感じはする。ENTP 目の前で泣かれて元カノとよりを戻せそうだから別れてくれと言われた。なんで ENTP だけこんなハードなエピソードばっかり来んの？別れたい理由も隠せばいいのに、泣きながらバカ正直に言ってくるところがいいよね。しかし自分と付き合っている時も元カノとこそこそ連絡を取り合っていたのかと思うと普通に気分が悪いよな。NTP 型は可能性のある選択肢を最後まで残しておきたがる傾向があるから、それであっちもこっちもって気になっているうちにこういう不誠実な結果になってしまったのかなと思います。いやしかし私の時間何だったんだよってなるよ。でも大丈夫。こういう人はなんだかんだ元カノとよりを戻してもまたうまくいかなくなるっていうのが定石ですから。ENTP と ESTP、友達以上恋人未満の行動を全然するイメージ、浮気はしゃあない精神。そうなんだよね。もはやこのイメージが一人歩きしてるんだよね。私は ENTP の方ってなんだかんだ根は真面目なところがあると思っているのよ。だからハマれば一途になるタイプだと考えてるんだけど、いかんせんそこまでの関係に持っていける方が少ないんじゃないかなと思ってる。あと浮気問題はやはり倫理観が要となってくるので、もし気になっている人が ENTP、ESTP という人は、他の MBTI だけど付き合う前によく倫理観の部分を見ておくといいと思います。はい、以上皆さんから寄せられた遊び人クズの MBTI 闇深エピソードについてでした。今後もインスタのストーリーで質問を募集していくので、そちらもぜひフォローしてご協力いただけたら嬉しいです。ちゃんとフォロー返します。みんなは今まで遊び人に出会ったことある？あのタイプもクズだったとか、いや自分こそが実は遊び人ですという猛者がいたら、ぜひコメントで教えてほしい。